満足感のあるサラダと思うので、ぜひ作ってみていただきたいレシピの一つですね。ブロッコリーのごまツナ和えという、副菜サラダですね。とある3つの調味料を使って美味しいごまドレッシングのようなものを作ってブロッコリーとツナを和えます。和洋どちらでもいい和え物というかサラダですかね。で食感もやっぱ30秒茹でなのでしっかりとねありますね。ちょっといつもとは違うブロッコリーの和えサラダっていう感じですかね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはブロッコリーのごまツナ和えという、副菜サラダですね。ブロッコリーというとやっぱり茹でてマヨネーズで食べるのが一般的、あとはペペロンチーノ風に炒めたりするのがねメジャーだと思うんですけど、今日は、とある3つの調味料を使って美味しい、ごまドレッシングのようなものを作ってブロッコリーとツナを和えます。満足感のあるサラダだと思うのでぜひ作ってみていただきたいレシピの一つですね。では材料説明ですね。ブロッコリー1株、ツナ缶をちょっと多めに2缶、それから玉ねぎ、白練りごま、マヨネーズ、すし酢、塩、黒胡椒ですね。でさっき3つの調味料ってお伝えしたと思うんですけど、白練りごま、マヨネーズ、すし酢でとても美味しいごまドレッシングのようなものができますね。でさらにここに、フレンチマスタード入れるともう完璧です。他のね食材であえてもらっても美味しくできると思うんで、今日はブロッコリーでやりますけど、気に入ったらこの調味料3種類合わせて他の料理でも使ってみてくださいね。はい、じゃあ早速作っていきます。まずブロッコリー湯がいていきますね。ブロッコリーはまず小房に分けます。ここはこの真ん中のところはね一本一本に分けるのはちょっと難しいので、でも大きすぎないことですね。一口でブロッコリーが口の中に入るサイズっていうのが目安ですかね。でブロッコリーも非常に茹で加減が重要になってきますね。今まで茹で加減いろいろやってきましたが、インゲン、スナップエンドウ、オクラなどなど、青いねちょっと固形の野菜の茹で加減みたいな説明をしてきましたが、ブロッコリーも非常に重要ですね。同じようにカリフラワーも重要ですけどね。こんな感じでしょうかね。でこの軸っていうのかな、この軸の部分はですね下の方が硬いんですね。なのでこれ湯がいても硬いんですよここ。なのでちょっと触ってもらうか、少し包丁入れると分かるんですけども全然入っていかないですこの下の部分って。なので柔らかい、多分だけど1/3ぐらい落とせばあといけんですよここは。で周りの表面まだ硬いんですよねこの皮の部分が。でこれも歯触り悪くなっちゃうので薄くこうね表面を落としてこんな感じですかね。でこれを縦に割って、食べやすいサイズでいいと思いますね。これでいいんじゃないかな。1/4とかもう包丁でもスパスパ切れるぐらい柔らかいですからね。でこの硬い部分はちょっと今回は失礼してですね、これで湯がいていきます。まずお塩、やっぱり青い野菜ですからね、緑の野菜ですから色発色良くなりますよね。で思いっきり沸騰させます。まず沸騰っていうね調理時間何分茹でるってあるんですけど、思いっきり沸騰させてから用意スタートしないとちょっと生煮えっぽくなっちゃうんですよね。煮物とかっておかしなことになるんですよ。特に麺類はもうまさにそうですね。でいきます。30秒まず軸入れて房の部分入れていきます。はい、これ30秒ですね。で完全に全部沈めてあげて、ちょっと沸騰収まっちゃいましたけどね。でもブロッコリー大丈夫だと思いますね。今最初に沸騰した時の温度すごい高いので、はい、30秒。でお水ですね。冷たいお水、冷水で一気に締めちゃいます。で一回冷水で締めたら、できれば氷、まだね、今自分の水道水って冷たいので結構冷えるとは思うんですけど、氷水に入れてそのまま冷やしておきます。じゃあブロッコリーを冷やしてる間に調味料の準備しておきます。このように今のブロッコリーを合わせられるぐらいのちょっと大きめのボウル用意してもらって、この中に調味料と刻んだ玉ねぎ、ツナを入れて、和え衣みたいなものを作っていきます。玉ねぎ切ります。
ここちょっとね頑張ってもらって、結構細かいみじんがいいと思いますね。で僕はこの玉ねぎの辛さって結構料理に効くと思ってるので、このぐらいの量だったらもう水にさらさないで一緒に入れちゃうんですけど、どうしてもねこう玉ねぎ辛いの嫌だっていう方はここで一回水にさらして水切った方がいいですね。はい、みじん切りできたらこれをまずボウルの中に入れます。でこの中にさらにツナ、ちょっと油切ってますね。ちょっとじゃない、油缶の中で切ってますね。ギューッと押しながら。でここにマヨネーズ、練りごまで最後に寿司酢入れて、ここでちょっとツナを崩しながら全体あえていきますね。こうやってね。で練りごまちょっと溶けづらいと思うので最初だけ頑張ってもらって練りごまをよく潰して混ぜると。はい、このように練りごまが完全に溶け込んで、茶色いツナマヨみたいになったら OK ですね。そしたらブロッコリーがキンキンに冷えてると思うので、まずざるから上げてですね。で僕はブロッコリー湯がいた後に冷やしたら必ずサラダスピナーこれ使うんですけど、ない方はキッチンペーパーで1個ずつ房をギュ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 絞ってもらえればいいと思いますね。この房の部分にねお水結構たまるんですよ。でこれが水っぽい原因になっちゃって、ブロッコリーってここにお水たまってたらもう全然美味しくないんですよね。でスピナーかけますね。で結構お水出ると思う。ほらそしたらもう一回触って OK ですね。結構量できるんですよ。1房使うし。でしっかり水切ってあれば結構日持ちします。そしたらあえていきますね。このあえ衣とブロッコリーがこう絡まるように、ちょっとやりづらいんでこういうスプーンね、スプーンの方がやりやすいかもしれないですね。最後に味整えるために塩コショウ、お塩さーっとから胡椒ですね、さーっとこう房にねこうしっかりとペトッとくっつくような感じで。でもっとマヨマヨしたのが好きな人はマヨネーズ足してもらってもいいと思いますね。はい、そしたら盛り付けですね。ブロッコリーね、ブロッコリーエピソード喋れって言われたんですけど、ブロッコリーエピソードなんてないでしょ。ないですか。ブロッコリーエピソードある人聞いてみたい。ブロッコリーエピソードこんな感じでしょうかね。はい、完成です。衣をしっかりとまとわせて、しっかり味ですね。ごまの風味がふわっと上がってきて、後半戦はツナマヨに変わるっていう。で食感もやっぱ30秒茹でなのでしっかりとね、今音聞こえてると思いますけどありますね。和洋どちらでもいい和え物というかサラダですかね。パスタの付け合わせでもいいし、カレーの付け合わせもいいし、で和食の中にこれがあっても全然違和感ないですよね。でかつ日持ちするんでバットに入れてちょっとずつ小分けにして取り出して、その日の食べる分だけ食べるっていうね、食べ方もいいんじゃないですかね。ちょっといつもとは違うブロッコリーの和えサラダっていう感じですかね。ブロッコリーの小松菜和え、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。